こんにちは、シャチパンです。さて今回はガーミンのスマートウォッチフェニックス8のレビューをしていきたいと思います。このモデル、ガーミンの最上位に位置づけられているモデルで、現段階でガーミンが持つ最高のテクノロジーを詰め込んだいわゆる全部入りのモデルです。その実力は果たしていかほどのものか、進化したポイントは何なのか、これから解説していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は特徴、外観、健康管理、運動機能、便利機能、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは特徴。はじめに本製品の位置づけについてです。モデルラインナップをおおよその価格帯順で並べています。これを見ると皆さんは、うわー、モデルたくさんありすぎて迷いそうとか思うかもしれませんが、他社よりも圧倒的に専用モデルが多いのがガーミンの特徴で、アスリートや正確な分析をしたい方から高い評価を得ています。ダイビングやランニング、ゴルフ、アウトドアモデル、ヘルスケアモデルと幅広い専用モデルがありますが、今回ご紹介するフェニックス8はこれら専用モデルのいいところだけを詰め込んだスペシャルなモデルとなります。簡単に4つほど紹介すると、まずは最新センサーの搭載。最新の第5世代光学式心拍計を搭載しています。センサー数も6個に増え、ガーミン史上最高精度のものです。2つ目はロングバッテリー。これは大きさに依存する部分がありますが、一番小さい 43mm モデルでも10日、51mm モデルとなると29日、さらにソーラー充電機能がついているモデルとなりますと最大48日持つという計算になります。だいぶタフですね。今回使用しているモデルは中間の 47mm モデル。バッテリーは16日というスペックで、現在使い始めて10日程度経過していますが、バッテリー消費は半分程度でした。シャチパンの使い方なら20日近く持つかもしれませんね。3つ目はタフネス構造。デザインは後で触れるとして、表面ガラスはダイヤモンドの次に硬いとされるサファイアガラスを採用。現在のスマートウォッチではこれ以上の高度のものはなかなかないでしょう。シャチパンはスマートウォッチやスマホでよく用いられるゴリラガラスでも強くぶつけて傷をつけてしまったことがあったんで、サファイアガラス採用は嬉しい部分ですね。温湿度変化や振動衝撃などの過酷な環境下においても、アメリカの防衛装備品の規格であるミル規格に準拠しています。最後に多彩な分析機能。ガーミンといえば世界中のアスリートが信頼する高精度なデータ活用に定評があります。この各専用モデルの最上位と同じ機能がこの1台に集約されています。ランニングであればフォアランナー965と同じ優れた分析機能が、ゴルフであればアプローチ S70 と同じ機能、コースレイアウトや高低差情報、傾斜情報やデジタルスコアカードまで充実しています。以上が特徴となりますが、センサーやバッテリーが優れている分、専用モデルの性能を超えてきている部分もあります。この他にも今回追加となった機能がいくつかありますので、後ほど触れていきます。次に外観です。先ほど触れたサファイアガラス採用に加え、ベゼルとリアがチタン製で非常に高い堅牢性を備えています。パネルは右の通常モデルがアモレット、左のソーラーモデルが液晶となっており、こう並べてみると右のアモレットの方が画面は綺麗ですね。明るい昼間での視認性はこんな感じ。十分な明るさを持っています。ソーラーモデルは充電が開始されるとこのようにメニューからわかります。タッチパネルの反応は良好。このように上下スワイプして操作するタイプです。各種アプリは自分好みにカスタマイズできます。よく使う機能は上の方に移動させたりできるので嬉しい機能です。
サイドボタンは全部で5つあり、右サイドに2つ、左サイドに3つです。右上ボタンはアプリとアクティビティリストを開くことができます。アクティビティは非常に多くのスポーツに対応しています。長押しでは音声操作モードに移行することができ、ストレスレベルを見せて音声で操作することができます。見たいものがメニューの深いところにあるときは便利です。また、音声メモを残すことができます。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。これらはフェニックス8の新規機能となります。右下ボタンはバックボタン。押すことで前のページに戻ることができます。かなり使うボタンです。長押しでは使ったアプリの履歴を表示することができます。左上ボタンはディスプレイの点灯と消灯。2回押しでフラッシュライトを点灯することができます。ちょっと手元を照らすのに便利です。普通のスマートウォッチは画面を光らせるだけで輝度不足ですが、本機は明るいライト並みの輝度です。これが意外と便利で、車のシートの下に何か落とした時などに使えます。長押しでコントロールメニュー表示です。左中央ボタンは通知センターを開きます。メールやメッセージなどはここで確認できます。左下ボタンは登録したアプリを一覧表示。画面をスワイプした時と同じ画面です。長押しでミュージックコントロール画面になります。ショートカットは左中央ボタンを長押しからウォッチの設定、システムを選ぶとショートカットというメニューがあるので、よく使うものはここで登録しておくといいでしょう。7つまで登録できます。ボタンも多く少し複雑に感じますが、できることが多いのである程度は仕方ないところでしょうか。バンドはシリコンバンド。硬さは普通で非常に薄い作り。形状なんかも凹凸があり、こだわりを感じますね。装着感は違和感なく、フィット感も良好です。続いて健康機能。スマートウォッチの健康管理で最も重要となるセンサーは心拍センサーですが、今回最新センサーを採用しています。心拍は日々の体調、病気の予防や早期発見のほか、消費カロリー、運動強度など分かることが多いので、精度が高いのに越したことはありません。心拍数はアプリのヘルスメニューからこのように1日の推移と現心拍数を確認することができ、消費カロリーも確認できます。青い部分が基礎代謝による消費カロリー、赤い部分が歩いたり運動したりすることにより消費したカロリーです。基礎代謝ははじめに身長と体重を入力することで自動的に計算されます。それから健康管理には切っても切れない睡眠分析機能。睡眠不足は生活習慣病の発症リスクを高めます。そのため睡眠の重要性はどこでも謳われていますが、日本は先進国の中で最も少ないことが分かっています。睡眠分析はスマートウォッチをつけたまま寝るだけで心拍数や体の動きから自動分析されます。分析されると睡眠の良し悪しを示すスコア、時間、質、それからサイドのボタンでより詳細の解説が見られます。下にスライドすると深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠がそれぞれ何時間あったかを確認できます。さらには1週間の睡眠時間、スコアの推移も一目で見られ、すべてがウォッチ上で手軽に確認できるのはいいですね。この睡眠分析はとても性能が高く、例えば飲酒して寝た場合、たくさん寝たとしてもスコアも低めに出ます。あまり回復しない睡眠と言われたりしますし、実際に体もだるく感じます。それくらい自分の感じる体調とおおむねマッチしています。1日を通してバイタルデータを取得し続けなければならないことを思うと、ここでも
ロングバッテリーが貢献していると感じます。それ以外に面白い機能はボディバッテリー。シャチパンは結構一番これを見ています。ボディバッテリーとは睡眠で回復し、普段の生活やストレスで消費していくいわゆる体の HP を数値化したもので、ユニークな機能です。これが結構体にマッチしていて面白いんですよね。飲酒してあまり安眠できなかった場合は20くらいしか回復しておらず、朝から瀕死状態で会社に出社していました。続いて運動機能。ガーミンといえば運動機能に定評があります。本機には GPS が内蔵されているので、スマホを持ち歩かなくても運動することができます。 GPS はフラッグシップらしく L1、L5 のマルチバンド。日本の導きには補完信号までの対応となりますが、本モデルから対応衛星にベイドゥが加わり、5カ国の測位衛星に対応しました。ワークアウトもご覧のように多くあり、十分な数です。筋トレのワークアウトはアニメーションの解説がつくほか、本モデルからガーミンコーチによる筋トレのトレーニングプランが追加となり、ユーザーの目的に合わせてプランが作成されるようになりました。さて、今回のワークアウトもランニングを選択。いつものように5キロほど走ってきました。走っている最中はこのようにタイム、距離、ペース、心拍ゲージが表示されます。心拍ゲージは気づかず無理していたり、あるいはまだ頑張れそうかを数値化してくれます。運動をしていると自分では意外とわからないパラメーターなので、最適な運動の手助けになるでしょう。運動後はこのようにアクティビティの記録メニューからタイムやペース、心拍推移、ランニングパワー、コード推移、VO2 マックス、消費カロリーが細かく表示されます。 GPS による位置把握はこのようにルートがトレースされます。マルチバンド対応ではないモデルなどでは道路1本分ぐらいの誤差はありましたが、本モデルのトレース精度はおおむね良好で、最大でもこのくらい。 GPS の精度は高くなっていると言えるでしょう。簡易的な地図も表示でき、距離と進行方向を指定すればコースを自動作成し、ルートを外れてもリルートする機能も追加になりました。それから新たにダイビング機能も追加され、40メーターまでの潜水をサポート。水中操作を可能にする防水ボタン採用。アプリもこだわりの自社製、サードパーティーではありません。ガーミンは2020年に多数のスマートウォッチメーカーに対して心拍解析データを提供してきたファーストビート社を傘下に加えたこともあり、20年間蓄積された10万を超えるデータをもとに、高度なスポーツパフォーマンスから日常生活のライフログデータまで横断的に分析する技術に定評があります。多彩なセンシング機能を搭載されているだけではなく、それをしっかり使いこなせるメーカーと言えるでしょう。なお、詳細データは過去データを含めアプリ上でいつでも確認することができます。ウォッチ上では表示できなかったより細かい分析データなどはこちらから確認するといいでしょう。続いて便利機能。ご紹介した内容以外に個人的に便利だなと感じた点を3点ご紹介します。1点目は通知機能です。 LINE のメッセージや着信、メールなどスマホでの通知をバイブレーションで知らせてくれます。スマホをポケットに入れて気づかないケースもあるので、これが本当便利だなと感じました。このバイブレーションはアラームにも対応しており、目覚まし機能にも活用できます。なお、メッセージ受信だけではなく、着信に対して会話することもできます。2点目は電子決済です。Suica にも対応しており、改札もかざすだけで決済完了です。Suica 以外では PayPay 銀行、三菱 UFJ 銀行、ソニー銀行で発行されているビザデビットカードでの決済に対応しています。3点目は
スマホ探索です。スマホが見当たらないって時にスマホを鳴らすことができます。これが意外に便利です。その他に音楽ストリーミングサービスは Spotify や Amazon Music などメジャーどころは抑えており、ウォッチ内に音楽をダウンロードできます。次に価格です。各モデルのラインナップを記しています。アモレットモデルは 43mm から 51mm までの展開で、価格は税込み17万8000円から21万8000円。カラーバリエーション的にはこんな感じ。バンドはレザータイプ、メタルタイプもあります。ソーラー充電機能付きのデュアルパワーモデルは 47mm からの展開で17万8000円から19万8000円となります。価格は高めですが、それだけスペシャルなモデルです。ただ欧米ではこのフラッグシップモデルがむしろ人気で売れているとのこと。機能もさることながらデザインもこだわったガーミンが今出せる最高のモデルということで注目されています。個人的にはやはり画面の視認性が優れるアモレットモデルの方が好みだったでしょうか。続いて気になったところです。3点ほどご紹介します。1点目は多少癖のある UI です。これは多機能であることも関係しているところですが、直感的に分かりづらい部分があると感じました。いろんなところに入り口がある感じです。例えばシステム画面は右上ボタン、左中央ボタン長押し、アラームは右上ボタン、右下ボタン長押し、左上ボタン長押し、左中央ボタン長押しと4種類もアクセスする手段があります。シャチパンも初めは少し戸惑いましたが、慣れれば特に問題ないかなと感じますし、音声による操作もできるので、アラーム本気機能であればそこまで迷うこともないかもしれません。2点目はウォッチフェイスのデザインです。いろいろ選べるのですが、無料の範囲では少し対応が少ないこと、表示データアイコンもユーザー側でカスタマイズできるような柔軟性があるとなお良いと感じました。3点目は電子決済対応です。Suica は対応していますが、よく活用されている方にとってはもう少し対応範囲が欲しいという方はいらっしゃるかもしれませんね。最後に総評です。今回はガーミンのフラッグシップモデルを2つ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。気になったところもありましたが、いずれも慣れで解消できる範疇かなと思いますし、実際に使ってみて高機能なセンシングと優秀な分析機能に驚きました。運動のパフォーマンス解析やコーチング機能、日々の体調が数値化されるボディバッテリーや健康機能、それからメッセージやメール通知、アラームなど便利機能に至るまでガーミンの力の入れ具合を感じます。世の中にはなんとなくそれっぽく見せているおもちゃ寄りなスマートウォッチが多い中、どうせつけるならデータ分析の正確性重視で運動あるいは健康を意識していきたいという方に特におすすめできるかと思います。本動画でスマートウォッチに興味が湧いたって方は、本製品に限らずぜひ検討してみてください。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。何してんの？ねえ、何してんだろうね。ねえ、カニしてる。カニ。